はい、こんにちは。橋本忍です。今日はですね、ポットの作り方をやっていこうと思います。ポットの、ボディを作って、口を作って、蓋を作って、茶こしを作って、削って組み立てていきます。で、これちょっと長くなりそうなので、全部で3回ぐらいに分けようと思います。もしかしたら2回になるかもしれない。まず今日は、ポットの形を作るところですね。ろくろで、ポットのパーツをすべて作っていきます。今日はそこをやっていこうと思いますね。はい。じゃあ、やっていきます。まずはね、ボディを引いていきますね。ボディはね、別に好きな形に引いていけばいいと思いますが、以前ね、急須理論っていう動画を作ってますので、そこをちょっと時間に余裕あったら見てみてください。そこにね、形なんかのね、基本的な理屈が、そこで言ってますんで、それを参考にしてください。でまずは、普通に、土取りします。土取りをして作っていきます。まず穴を開けたらちゃんとね、底をしっかり締めてあげましょう。でこの時にね、もう底のサイズっていうのが決まってくるので、自分がね、どういう形にしたいかっていうのによって、この底のサイズもちゃんと決めていきましょう。そしたら引き上げていきます。でこの時はまずはまっすぐです。まっすぐ。丸いものを作るからといって丸く引き上げることはしません。まっすぐ引き上げていきます。で気をつけてほしいのが、ここですね。口元は薄くしません。もうほぼしないです。厚みを残しておきます。口元に来たらそこはもう触んないで。ずっとね、口元の厚みだけは残した状態で引き上げていきます。でこの筒物をね、作る時ってもちろん手の、サイズよりも狭いじゃないですか。なので手入れた時点でこう広がっちゃうんですけど、そこはね気にしないでいいですからね。今こう狭いですけど、ここに手入れたら広がっちゃいますよね。それはもう気にしないで広げればいいです。こんな感じでね。そして下からちゃんとやっていきます。ここら辺で、だいぶ厚みがね整ったので、今口がちょっと斜めになってますね。なのでこれは一度切って平らにします。高さ整えます。はい、そしたらこのね上今ちょっと揺らいでるので、ここを一度平らにしますね。できれば一度皮でちょっと締めてやった方がいいかな。この時も薄くしないように気をつけながら締めてください。
まあいいかな。そしたらここからお腹を膨らましていきます。そして口元はもちろんあんまり広げないように。で、ですね、僕の場合はですね、この蓋と受けのサイズっていうのを毎回決めてます。それが、60ミリ、6センチですね。6センチに決めてあるので、このサイズにだいたい受けの部分をね、常に、危ない。常にしておくようにします。ほら、やばい。ちょっと怪しくなっちゃったな。大丈夫かな。まあやっていきましょう。そしたらまたもうちょっと全体膨らまします。で口元の方いったら膨らまさないようにしていきます。うわ、ちょっとやっぱさっき引っかけたところ良くないですね。じゃあまた切っちゃいますね。本当はね、あんまりこうやっていくとね、最初目論んでた形とね、だんだん変わってきちゃうので、バランスがね変わってきちゃうのであんま良くないんですけど。で口の厚みをちょっと一回戻します。上から押さえ込んで戻してやります。いいですね。はい、これでだいたいボディが出来上がりました。そしたら、次は受けですね。受けを作るんですが、受けはね、僕はこの、ヘラをね切ったやつ、これを使ってやっていきます。でですね、これ今このね口の部分がありますね。この、面積の半分のところを下に押し下げていきます。こういう感じで押し下げました。そして測ると、ぴったりですね。受けの作るところがちょっと分かりにくいと思うので、これ別撮りでね今、受けの部分だけちょっとやってみますね。でこれボディ作んないで受けの感じだけちょっと説明します。ちょっと分かりやすいようにねちょっと極端にしておきますね。まあ、こういう状態でちょっと厚みを残して縁を作りましたね。そしたらこの縁の、厚みの半分の部分ですね、半分の部分をそのまんま下にこう押し下げていく、こういうことです。はい、もう一回やってみますね。縁を厚めに残してその半分を下げていく、こういうことです。でこの時ねできれば内側こうやって指でね支えてやるといいですね。もしねこの時にちょっと狭かったりとか広かったりとか、広かったらまあ締めるのは簡単なんですけど、狭かった場合はこのねまたヘラを使ってヘラでちょっと外に押し出してやる感じ。
そういう風にしてやるといいです。もしくは僕みたく最初からね決まったサイズがなければ、それはもう好きにやってそのサイズに合わせて蓋を作ればいいです。ただね、数作るってなると一個一個全部サイズが違うとね、いろいろめんどくさいので、サイズをね統一してた方が作りやすいです。よし、はい、これでボディが完成ですと。ちょっと引っかかっちゃったからな、あれ良くないですね。よし、はい、そしたら次はじゃあ蓋作りますね。蓋は小さな小皿を作るような感じですね。で、蓋の作り方についてもね、以前動画で、紹介してますんで、ポットの蓋の作り方ですね。それも、参考にしてみてください。もう小さな皿作るような感じです。で、よくあるのが、蓋をね、結構蓋って意識で作っちゃうと深くなっちゃうんですよ。深くなるとどうなるかっていうと、かぶせた時にモコッとした蓋になりますよね。全体の器のラインと合わなくなります。だから本当に浅い皿を作ると思ってください。こういう感じです。そしてサイズを合わせます。今ちょっと大きいので、これは切っていきます。しっかり皮もかけて、縁はねちゃんと締めてあります。ちょっと切りすぎたかな。ちょっと小さくなったので若干引き伸ばします。ぴったりですね。で、蓋はできればジャストなんですけど、小さいのが一番良くないので、もし心配だったらちょっと大きめに作ってもいいと思います。で、後で最後ね削ったりした後、乾いた後でいいので、ペーパーとかで削って一回り小さくするってことも可能なので、そういうやり方もあります。で、これ切り離す時なんですけど、ちょっとねこの足元を長めに取ります。ここが、取っ手になりますんで、取っ手を削り出しますんで、長めにします。足元を長めに取っといて切り出します。こうね。そうするとこれが後で削り出して取っ手になりますから。はい、じゃあ最後は口ですね、口。はい、じゃあ口作っていきます。口は、ニンニクみたいな形です。僕の場合はニンニクみたいな形の口にしています。結構この、裾の方のね長さが大事になってきます。ここが後でこう接着部分になっていくので、僕は結構ね広めに取ってるんですよ。それは以前お話しした吸水理論でもお話ししたように、茶こしの位置ですね。茶こしの位置をなるべく下につけて、かつ口が上につくように、そのために裾を広く取ります。で、口はですね、やっぱその完成形のイメージができてないとちょっといい形になっていかないんですよね。だから何回か
その急須をね作ってみて、そこで完成形がイメージできるようになってくると、いい形のね口とかが作れるようになると思います。なるべく口先ね薄い方がいいです。あとこの口の長さとかもね慣れてくるといろいろ分かってくるんですけど、最初はねちょっとどれぐらいの長さでどうなるかっていうのがねなかなかイメージつかないと思いますので、とにかくやっぱ数を作るっていうのは大事ですね。このね口の長さは本当、多分結構数こなさないとイメージがつかないんじゃないかな。あと口の太さですよね。口の太さね、意外と細くした方がいいと思います。ちょっと思ってるよりも若干細めにした方が上品になると思います。よし、こんな感じかな。ちょっと長いかな。いいか。よし、これで最後ね、僕は、ここでちょっとねベロをつける感じですね。ちょっとベロをつけます。こういう感じで。よし。はい、できました。はい、というわけで、今これボディと蓋と口と作りました。でこれそうですね、僕さっき言ったように、口径をね常に決めておくと分かりやすいです。万が一蓋合わなくてもまた後から作る時も口径が決まってれば何回でも作れますから、これに毎回これに合わせて作ってしまうと、この蓋ダメだったってなった時に次に作ろうと思ったらどのサイズで作っていいか分かんなくなっちゃうので、毎回決めておくといいと思います。そうするとね自分の作るバランスっていうのもねだんだん決まってきますから。でとにかく、何回も作ったらいいと思います。一回作ってよかった、よくできたとかよくできなかっただと全くわからないので、何回も作るといろいろ見えてくると思います。ポット作りの2回目をやっていきます。昨日、ボディと口と蓋を成形しましたので、それが今ねこの箱の中に入ってます。で今ちょうどいい感じの削り時なのでこれを削っていきます。今日は、このボディの削り、蓋の削り、それと茶こしを作りますね。茶こしを作ります。そこまでかな。そして、またその次回第3回目で、それぞれを組み立てていくという形にしていこうと思います。よし、じゃあ早速ね、じゃあボディの削りからいきます。でまずボディの削りなんですが、よいしょ。今ねこれなんだこれって感じですよね。シッターを使います。削るときは僕はシッターを使います。でこのシッターはね、今水の中に入れてたんですけど、十分にね水を吸い込ませて、そうすると、使いやすいです。いや使いやすいっていうか水を染み込ませないと使えないですね。で使い方ですけど、まずね真ん中に置きます。でこの時に、気をつけなくちゃいけないのはこの先端ですね。先端だけが
真ん中に来ればいいです。下はね、別にずれててもいいですから、ここだけです、見るのは。ここだけを見て、ちゃんと中心に置きます。で、今、中心に置けたので、これは固定していきます。この素焼きのシッターはね、やっぱり水を吸ってないとこの粘土がねくっつかないんですよ。水を吸わせることでこうやってね粘土が接着できるので、こういう素焼きじゃないシッターもねもちろんありますんで、粘土で作ったシッターとか、あと本焼きしてしまったシッターとか使ってる人も多分いると思うんですよね。そういうのだとね別にこうやって濡らさなくても粘土がくっつくはずです。僕はちょっと使ったことないのでそこら辺はよくわかんないですね。そして、このままここにね器をかぶせると器の内側傷ついちゃうので、ね、ここに粘土をつけます。でちょっと水つけようか。こんな感じで、これ今ね先が小さいのでこういう団子みたいなのつけてますけど、大きいシッターの時は紐を積んだりとかね、いろいろやっていきます。とにかく器に当たるところをねこう粘土でカバーしてやるってことですね。そしたらこれ削っていきます。削ってちゃんとした形にねしていきます。ちょっと粘土が柔らかいな。あんまりね粘土が柔らかいとここに器のっけた時にぐにゃっていっちゃうんですよね。で、この先ですよね、先端上は高台みたくしますね。器削る時と一緒です。湯飲みをね削る時みたいに高台状にします。真ん中をへこますってことですね。でこれは何でやるかっていうと、後でね削っていく時に僕は音を聞きながら底の厚みを確認するんですけど、ここに空間がないと音が出ないので、そのためにこうやってへこませておきます。下の準備ができました。そしたらここから削っていきます。それじゃあですね、削っていきましょう。ね、木の作ったやつ。これを下に据えるときこの受けね引っ掛けないように気をつけます。あと内側の形をちゃんと見ておきましょう。内側の形を見て、どんな形してんのか一応ね底の広さとかそこら辺確認して、それから削り始めます。そして、中心をねちゃんと取っていきましょう。まっすぐにちゃんとなるようにしないと出来上がったらね斜めに立つことになりますからね。で、こういう時はねまず、ここですね、根元のあたりをちゃんと中心に据えます。そしたら今度傾きです。傾きはこの下の方を見て当たるとこがあればそこが傾いているということなので反対側に倒し込みます。で、最終的にねいろんな箇所何箇所も見てちゃんと垂直に立つように据えていきます。映像には映ってないんですけど正面に、鏡を置いてあります。僕はいつも鏡を置いてあるとすごく見やすいのでこれはおすすめです。はい、これで今ねまっすぐ置けたので、これねここを見てると結構グラグラしてますけどこっちの方はちゃんとしてるでしょ。こ
こら辺にね、惑わされないようにしましょう。ポットを削るときはね、最近の僕のやり方は、まずここにね、平らな部分をしっかり作って、そしたらペットボトルのキャップ、これをね置いて、これで押さえます。そうするとね、滑りがいいのでね、あと、点じゃなくてある程度広い範囲で押さえられるので、へっこみにくいですね。今ねまだそこ熱いからいいんですけど、そこちょっと薄くなってきたりしてまだやんなくちゃいけない時は特にこういうのが効きますね。ただ最近先にね、ここら辺の腰からいっちゃうんですよ。真ん中をね削り出して、削り切った後に、外削った方が確実なんですけど、そうするとちょっと押し付けすぎちゃうってね、そこがへこんじゃったりとかありますよね。そういうのを防ぐために最近急須なんかね、こういうのを削るときは先に外から削るようにしてます。なので、特にね、さっき言ったように内側の形状をねあらかじめちゃんと見ておくっていうのが大事です。これで今ねこう自然な流れになってますね。自然な流れになって、これまだで、もうここで今安定してるんですよね。このペットボトルで押さえてるっていうのもあるし、まだそこ削ってないんでね、安定してるうちにちょっとこの削り目をね整えちゃいます。これはねもちろん使ってる土とかその作風によってね、削った感じザクッと残したい人は別にいいんですけど、僕は割と綺麗にしたい方なので、土的にもこれ粗い土使ってるので、あんまりね後でやるとねもう全然治んなくなっちゃうんでね。なので今のうちにまず整えちゃいます。これでもう外側はほぼ触んないです、この後は。そして、高台を削っていきます。で高台の厚みはこうやって音で判断します。これはねやっぱ慣れがいるんですけど、最初はねもちろん分かんないですけど、だんだんねやってると分かってきます。これはもう数をこなすしかないですね。最初分かんない頃はねちょっと手で押すっていうのも手ですね。押してみるとへこみ方でね、薄くなってきたなとか分かりますから。よし、こんなもんかな。はい、これで完成。ちょっと早く終わりすぎちゃったかな。で外す時はいろんな状況によるんですけど、中でねくっついちゃってることがあるので、まず押さえたらゆっくりロコロを回します。ゆっくり、要はひねるってことですね。ひねって、で外れたらそのまま上に抜いていきます。でこの時も縁をね受けのところをね傷つけないように。はい。
はいできました。で、蓋削る時はもうこれ下使わないです。外しちゃいます。蓋削る時蓋用のね下を使う時もあるんですけど、今回は直置きでターンテーブルにね直置きでいきますね。そしたらちょっと硬くなっちゃったな。よし、これはもう普通に、中心をまず取って、よし、そしたらね細いなんだろうこれ芋虫ぐらいの感じに、まあ、4箇所留めますね。こうやって止めるとき僕はね左右両方いっぺんに止めます。そうするとどっちかにずれるってことないので、1個ずつ止めるときはちゃんと上を押さえてこう止めていきましょう。こんな感じです。そしたら、これをねつまみを削り出していきます。これはもう普通にねつまみの形に削り出していきます。この時の注意点なんですけど、今指を押さえてますが、これは押し付けないように、押し付けると蓋がねどんどん開いていってしまいます。開いていって運が悪ければ平らになっちゃいますね。運が良ければちょっと広がるぐらいで済みますけど、なるべく押し付けないように。でもちろん刃も、なるべくその全体に圧力がかかんないようにちゃんとポイントこうピンポイントでね、この角を使ってピンポイントで、蓋自体に圧力がかからないように気をつけながら削っていきます。でなるべくですね切れ味のいいカンナを使う方がいいですね。これね僕ねこれついこの間1週間ぐらい前にね取り替えたばっかの新品なんですよ。切れ味が悪くてね、この間ねいいやつ切れちゃったんですよね、先週。切れ味良ければね土にね圧力がかかんないでねちゃんと削れていくので。で大体高さはいいかな。そしたらここにねくびれを作りますね。ああ切れ味悪い、すごいストレスだよし、こんな感じかな。これほんと切れ味悪いとね大変なんですよ。そしたらちょっとね濡らして整えます。
これ何でもいいんですけどね、今くびれの部分をちょっと整えてます。うわ、ちょっと水つけすぎた。あんまり水つけると脇を止めてる粘土がねくっついちゃうんですよ。だからね、これは良くないんですよね。よし。これこうやってねくっついちゃうんですよ。よし。はい、できました。そしたら、最後に急須のね、急須のじゃない、蓋の空気穴を開けます。はい、よし、完成。予備ではねもう一個作ってあるんで、これもやっていきます。これね、ある程度このまだ太さがあるうちに高さをね決めちゃった方がいいです。細くしてから減らしていこうとすると、結構ね不安定なので、ある程度太いうちにねこうやって高さ決めちゃったらいいんじゃないかなと思います。これもたまに鏡を見てちゃんとね確認します。意外とねこの正面からばっかり見てるとね分かんないもんですからね。よし OK です。
はい、これで削りは終了です。はい、というわけでね、今、ボディと、蓋ですね。蓋を削りました。それで、さっきね、茶こし作るまでやろうって思ってたんですけど、まずこの回はここまでにしますね。で、次回、茶こしを作って、取っ手を作ります。そこでまた一回切ります。そして、その最後に、全部合わせて、組み立て。そういう流れでいこうと思います。今ね、削ったやつ、こんな感じで、で、蓋ね、一応2つ作ったんですけど、1つはね、ちょっと大きくて、まあ、入るといえば入るけど、ギリ。で、こっちはぴったりですね。はい。こんな感じで。はい。じゃあ、次回は、茶こしと取っ手。この製作をやっていこうと思います。茶こしと取っ手を作っていこうと思います。どっちからいこうかな。取っ手からいきます。取っ手からいきます。なぜかというと、取っ手は、作ってからちょっとね、乾かすのにね、時間かかるので、先に作った方がいいですね。よし、じゃあ、取っ手、ハンドル、それからやっていこうと思います。それじゃあですね、取っ手ね、前にも動画で紹介してありますんで、そちらも合わせてご覧ください。一応同じ内容だとは思いますが、もう一度やっていきます。で、粘土を軽くね、紐状にして、僕はですね、これを皮で伸ばしていきます。皮でちょっとこう押し付けて、机に押し付けて、1回、2回、3回ぐらいでひっくり返します。ちょっとここ机が傷ついてるんで、ちょっとこっちでやった方がいいかな。で、軽くね、机を湿らせる程度にしておきます。そして皮で3回ほど押し付けます。そしたら3回ほど押し付けるじゃない、押し付けてから3回ほど引っ張ります。3と、これを何回か繰り返します。で、僕ね、このポットの場合はね、ちょっとこう根元が太くてだんだん細くなっていくっていうタイプのハンドルにしてあるんで、それはもう手でやっていきます。手でぐーっと絞っていく感じですね。そうするとこっち太くて、こっちだんだんね細くなってるの分かるかな。分かりにくいですね。よし。で、余分はどんどん切っていきます。これで今高さを整えて、でこうやっていきます。絞っていく感じですね。はい、これで分かりますか。上からね下に向けてだんだん細くなっていく、こういうタイプの取っ手ができました。でちょっとね裏にねバリがあるので、こ
これは僕は手でちょっと丸めてやります。この状態ではまだ土がね柔らかいのであんまり触らない方がいいですよね。最低限のことだけやって、そしてこれを、ちょっと乾かしておきます。で、乾かす時なんですけど、僕はねよく使うのがこれ。何これ、キッチンペーパーの芯かな。トイレットペーパーでもキッチンペーパーでもサランラップでも何でもいいんですけど、何かの紙の芯ですね。これをねこう挟んどいて、ここにこうやって引っ掛けておきます。こんな感じで乾かしておきます。これでねしばらく放置しとくとここにいいカーブが出来上がるので、こんな感じで放置しておきます。ちょっとちゃんとまっすぐいてくれないと曲がった取っ手になっちゃいますよね。よし OK。 はい、じゃあこの状態で、取っ手は放置します。じゃあ続いて茶こしですね。茶こしを作っていきます。茶こしはですね、僕は、まず3ミリ、茶こしはね3ミリの厚さで作ってます。まあもうちょっと薄くてもいいのかもしれないんですけどね、まあ、ちょうどたたらが3ミリなので3ミリでやっていきます。まずね3ミリの厚さに伸ばします。ちょっとくっつくな。ちょっとね机が濡れてるとねやっぱくっついちゃうんで板の上でやります。あと場合によってはねもちろん布を引いたりとかね何してもいいと思います。普段は僕は茶こしもね作る時いっぱい作るんでもっと大きく伸ばすんですよ。大きく伸ばすんでその時はね濡れた布の上で、伸ばすんで、そうするとずっとね置いといても乾かなくていいんですよね。よしよし OK。 はい、そしたらですね、ここで剣山、まあこれ剣山じゃなくても何でもいいんですけど、ちょうど剣山のこの円がね、僕の茶こしにはちょうどいいのでここを使います。ここを使ってね切っていきます。で前にも、動画でね確か茶こしの作り方昔出したことがあるんですよ。でその時も、やってるんですが、この剣山をねちょっとこうやって当てて軽く当てるとね点がつきますね。これをガイドにします。と言っても僕はね実は最近は全く使ってないです全くガイド使ってないんですけど、まあ、一応今回ね久々にガイド使ってやろうと思います。これも素焼きで作ってあります。粘土で作って素焼きだけしたものですね。でこれは自分のね好きな角度になるように一応ね、まあ僕もねいろいろ試したりしてねちょっとこう角度の大きいもの R の大きいものとかねやったりしました。でまあ今、最近はこれがいいなって感じですね。で、これの上にこれを乗っけていきますが片栗粉を使いましょう。
このままね乗っけてやってるとくっついちゃうことがあるので、ちょっと片栗粉を裏につけます。これ最近見つけたんですよ。なんかあれですよね、化粧品の女の人の。これすごいいいなと思って、前はねスポンジ使ってたんですけど、これいい感じですね。すごい柔らかいから、こっちにね傷もつかないし、なんて言うんでしょうね、名前わかんないですけど。はい、それじゃあ、これ片栗粉をつけて、でこの型の上に乗っけて優しくね丸めていきます。この時点で若干ねガイドがずれてきたりとか曲がったりとかねするんですけど、ガイドですから、あくまでガイドなんで多少ねずれてきてもいいです。これもね何回かやってるとガイドなしでもできるようになってきますから。そしたら一応、ガイドのまっすぐそうなラインが1本あるので、それを真ん中にして、真ん中からやっていきます。そしたらこれはねどういうふうに穴開けていくかっていうのはねいろいろあると思うんですけど、僕はまず一列開けていきます。真ん中からね放射線状に開けていくっていう人も多分いると思うんですよね。こんな感じで一列開けて、その後今度周りをやっていく。そしたら今度次は斜めに進みます。このポン酢ねすごい便利なんですけど、そのうちね作り方紹介しますんで楽しみにしててください。いつになるかは分かんないけどいつか絶対紹介します。でだんだんこうやってね放射線状に穴を広げていきます。ちょっと地味な絵でね退屈でしょうがお付き合いください。
はい、あと2つ、あと1つ。よし、これで全部開きました。よし。そしたらね、ちょっとね、土抜けてないところもあるので、それを抜きます。よし。そして、よいしょ。裏がね、こうなってますんで、裏から竹串で穴を整えてあります。裏から見るとね、ちょっと狭かったりとかね、なんかそういうところもありますんで、あと潰れそうになっているところがあるんで、串を通して整えてあります。ここでね、穴が潰れちゃったりすると、せっかくね茶こし作ったのに茶こしが役に立たなくて、そうするとねかなり残念なことになるので、ここはねちゃんと丁寧にやっていきましょう。茶こしの穴のサイズなんですけど、もちろん小さければ小さいほどいいですよね。小さいのがたくさん開いてる方が茶こしとしてはねいいですよね。ただね、粘土なんで、これはね粘土なんで、まあ限界ありますよね。で今この穴のサイズですけど、これ当然焼けば小さくなるし、あと釉薬かかることでまた少し埋まるというかね、狭くなりますんで、まあ今若干穴大きいかなと思っても意外と大丈夫だったりもします。そこはね、皆さんどういうポン酢持ってるか分かんないんですけど、まあ自分のね良さそうなサイズのポン酢を使ってやっていきましょう。はい。ということでね、今回は、茶こしと取っ手、あれ映ってない、見切れてる。取っ手、はい、取ってね、今こんな感じで絶賛乾燥中です。これまあね、あと10分20分すれば少しもうちょっと硬くなるので、そしたら接着していきます。じゃあ、今回はここまでとして、次回は、いよいよ組み立てですね。いいんだよね。組み立てです。じゃあ次回は、今作ったこの茶こしとハンドル、あとそそり口、それを組み立てていきます。それで完成となります。ポットの作り方第4回目、組み立て完成まで参りました。今回ね4回に分けてやってるんですが、実際には2日です。1日目作って、2日目、残り全部ですね。それはもう一気にやっています。まあ動画でね、その工程にね見やすいように今回4回に分けましたけど、実際には2回ですね。はい。そんなわけで、じゃあ最後の、組み立てに入っていきます。で、ボディですね。ボディと蓋と口、茶こしです。そしたら着手をねつけていきます。で茶こしは前ね急須理論の動画でもお話ししたように、なるべく一番張ってるところ、このねボディの一番張り出してるところ、ここに穴を開けた方がいいです。そうすると傾けていった時に水が流れ込みやすいですね。今回はまあセオリー通りやっていこうと思います。だいたいここら辺かな。でこれはねいつもの茶こしのサイズに合わせたこういう型を作ってあります。
通常はね、型がないんで、だいたいこの茶こしに合わせたサイズの穴を開けるようにしてください。そして、穴を開けたら、この穴を、テーパー状にしていきます。すり鉢状にしていくんですね。ぐるっと一周やっていきます。これをしないと茶こしをはめた時に内側が汚い感じ、みったくなくなっちゃいますね。隙間ができちゃうんですよね。よし、いいかな。このね、丸いのをこうやって当てが合うので、それに合うようにちゃんと丸くするってことですね。こういうことです。よし。そしたらちょっと水をつけて、で茶こしを当てていきます。こんな感じで、ちゃんとね、内側から見てちゃんと当たるようにやっていきます。そして、この余分をね、ナイフで切っていきます。これ今ね、ちょっとね、時間が経っちゃったので、通常はね、茶こしを、作ったらもうすぐね、こうやって組み立てていくんですけど、今回ね、動画撮るのにね、いろいろやってるんでね、それぞれその工程ごとにね、なんか時間を取っちゃって、ちょっと今硬くなっちゃいましたね。はい、でも大丈夫です。ちゃんとね、綺麗につきます。はい、こんな感じ。内側見えるかな。こんな感じで。よし、そしたら内側をね、ちょっとこの接着部分を筆で鳴らしてあげます。よし、これってちょっと見えないかもしれないんですけどね、綺麗になってます。次は、注ぎ口をつけていきます。注ぎ口はこうね、つくんですが、であったらかぶって見づらいかな、これぐらい。今、このベロ作ったベロありますね。これが向こうを向いてます。これが下ですね。そしたら、斜めにカットします。こんな感じ。見づらい？こっちの手でやればいい。こんな感じです。はい。これがここにこうつくわけですね。良さで、これのね、ちょっと裾を伸ばしてやります。
そしたらこれ当てがあって、この茶こしに対して注ぎ口はね、このなるべく、蓋と同じ高さですよね。ここら辺に来た方が水位を確保できますので、なるべく高い位置につけます、口は。でも、茶こしのところね、それはこのスカートの部分、ここがちゃんと隠れるようになってると。それがベストですね。だいたいこう当てがあって、これぐらいかな。もうちょっと上向かせたいな。ここでねちょっといろいろ微調整をしていきます。これもう正直ね何回かやってね慣れるしかないんですよね。よし、いいと思います。この位置、そしたら接着位置が決まったら印をつけていきます。そして一応4本針、いつもの4本針で傷をつけて、ここでね傷つけない時もありますね。その場合によりますね。その蓋じゃないや、ボディと注ぎ口の土の状態ですね。今ボディはいいんですけど、注ぎ口がちょっと乾きが強いので、ちょっと念入りにやっていこうと思います。こんな感じで。で今ねちょっとなんですけど、こっちの方がこの裾がね広くなっちゃったんですよね。僕の弓でカットするね、最初にカットしたあれのやり方が悪かったのでちょっと曲がっちゃったようで、なのでここでまた余分をねちょっとカットして、こうですね。で余分をカットします。これで大丈夫かな。もうちょっとかな。よし。はい、そしたらあとこれくっつけていきます。よし。これくっつける時も、指でやってもいいし、こういうねヘラ使っても何でもいいんですけど、なるべく小さい面積でねやっていった方がいいです。大きい面積で指ベタッとついて押したりすると全体がへこんでしまいますんで、小さい面積でねやっていけばその接着面だけ圧力かかりますから。まずは、隙間をね埋めるっていう作業ですね。あんまり押し付けないように気をつけます。ここでデザインとしてね、この注ぎ口がこうやってつけたような感じのねデザインの時もありますよね。こういう時は、このまま整えていけばいいです。でそうじゃなくてスムーズにしていきたい時、そういう時は、ここら辺をねまたこう手で少しずつなだらかにしていくか、もしくは
ノコギリの刃ですね。ノコギリの刃をこれ丸めたもんなんですけど、こういうので削っていきます。あんまり押すとどうしてもね形がね変わっていってしまうので、あんまり押したくないこともありますよね。そういう時はこうやって削る。今度削るは削るで厚みがね足りない時は削れないので、足りないところは削れないので、そこら辺もね考えていろいろやっていきます。でそうですね、例えばだけど今ちょっとここのラインがねあんまり良くない、ちょっと欠けてるようなラインだったりするんで、そういう時はね粘土を足してやるってこともしてもいいかもしれないです。じゃあ今回は、とりあえずこれ全部スムースにしていきますね。で削る時はスムースにしていく時はもうこのままねボディの下の方までこうやっちゃいます。そうすると流れがね自然な流れになりやすいので。ちょっと足りないところがあれば粘土足します。粘土を足してまた削ると。ひたすら優しく優しく削っていきます。とにかく押し付けないようにね気をつけないと、この注ぎ口のねこのスカート部分がへこんでしまいますんで。
よし、こんな感じでスムースになりました。いいかな。はい、そしたら、注ぎ口をね斜めにカットします。はナイフで見えるかな。ね、向こう側からこっち側にカットしていきます。ここでねカットを入れることで随分ね見た感じが変わりますね。よし、そしたらまあ一応ねカットしたところねちょっと丸めてやります。よし、いいかな。ね。で、口の高さはだいたいこの蓋のね位置まであるんで、ある程度これで水位も確保できます。次は取っ手ですね。取っ手をつけていきます。はい、さっきのねぶら下げていたやつがこんな感じでだいぶ硬さ出てきたのでいいと思います。そしたら、これもまず根元をカットします。そしてこうかな。だいたいね長さ目安を決めてまずざっくり切っていきます。で、こうね当てがあってどうだろう、もうちょっと小さい方がいいかな。ここからはね少しずつ切っていきましょう。あと切る時にここちょっと斜めに切っておきます。そうするとこのね角度がいいので、こんな感じ。こんな感じでどうでしょう。いいね。とこの接着部分またさらに斜めに切ります。こっちは角度合ってたのでこのままでいきますね。そしてだいたい当てがあってまあどこら辺かな、この辺か。 OK。 一応ねハンドルつける時はちゃんと真ん中に来るように一応定規当てたりしてね、たまにねつけた後にハンドル曲がってついてたってこともねたまにありますんでそしたら、また傷をつけて水をつけてでこっちも一応傷つけようかな。
でまずね上だけつけてしまいます。上だけつけてしまいます。そしてその後ね、今度はこの位置をねどこにやるかっていうのを決めていきます。ここら辺かな。ちゃんとね真ん中についてるかどうか確認しながらやっていきましょう。これでだいたい位置がね決まったので、そしたらちゃんと接着していきます。でもうね僕はねこれ根元をぐっとくっつけてしまいます。そして細い紐を作って補強をしていきます。これはね補強はねもちろんした方がいいです。でもしないことも全然ありえますよね。で僕の場合はこの補強がまたデザインとしてもちょっと機能しているので補強入れてますね。でこの紐を乗っけた紐を接着していきます。ちょっとね細かいところがね多分こうカメラに映りにくいのでねちょっと申し訳ないんですけど想像してください。下も紐を入れていきます。よし、これで補強が入って、あとはねちょっとまたこれ筆でなめしてやるというか、なめしてるのかな。よし、あとは細かくねこの取っ手のカーブをまた再調整します。どんな感じがいいのか。
自分の好きな感じにここでやっていきましょう。よし、いいかな。そして蓋をつけて、はい、完成。できました。はい、できました。こんな感じでどうでしょう。中が見えるかな。意外と見えますね。こんな感じになってます。はい、ということで、ポットが完成しました。パート1からパート4まで、ね、長らくお付き合いありがとうございました。他にもいろんなやり方があるとは思いますが、参考にしてください。こんな作り方もあるよと。じゃあ、長いことお付き合いありがとうございました。また次の動画楽しみにしていてください。バイバイ。はい、こんにちは。札幌で陶芸やってます橋本忍です。今日はですね、僕の急須理論についてちょっとお話ししようと思います。で、僕もね、誰かに習ったわけじゃないので、これは僕独自の考え方なんですけど、今までやってきていろいろ思ったことをちょっと話していこうと思いますね。はい。で、まずじゃあちょっとね、いろいろ今日は用意してみました。こういうね、いろんな形のあるんですけど、一般的な形のもの、これは急須というかこれ鉄瓶なんですけど、これは僕のね、普段使ってる鉄瓶で、どっかで買ってきたやつなんですけどね、これが結構スタンダードな形状だと思っていいと思うんですよね。これのポイントなんですけど、まず、一番膨らんでるところはありますね。このボディの一番膨らんでるところ、この一番膨らんでるところが半分よりも下にあります。下膨れ状態ですよね。下膨れ状態。そして口がこの高さまであります。この高さっていうのはちょうど蓋の高さと一緒ですね。はい、ここら辺がまずノーマルというか、多分一般的にはこういう形状がいいとされていると思うんですよね。市販品のものを見ると、大体こういう形してるはずです。はい。ちょっとね、デザイン性を重視したようなポットなんかだと、違う形もあるんですけど、多分本当一般的なものっていうのはこれに近い形だと思うんですよね。で、その市販品で、一番よく出回ってる形状っていうのはやっぱ理由があって、その形には理由があって、一番合理的にできてると思うんですよね。なのでまず基本はそれだっていうことを、押さえて、その上で、自分のデザインを入れ込んで崩していくということをするといいと思っています。で、まずじゃあどうしようかな。まずね、これ見えるかな、こんな感じかな。まず水の流れをちょっと考えてみましょう。水をここまで入れます。ここまで入れますね。で、こう急須を傾けていきますね。傾けていくと水はどんどん減っていきます。どんどん減っていきます。で、こうなっていった時に、じゃあ、ポットは最大何度ぐらいまで傾けるか。今これ結構90度に近いぐらい傾けてますけど、実際には90度っていうともうこの状態です。この状態ですね。こんなに傾けたくないですよね。できれば、ちょっと見えづらいかな、こうか。これぐらいの傾きで抑えたいなって思いますよね。90度ったらここです。
ここまで行くってなると結構大変です。これは僕の急須なんですけど、もうこんなんだと90度にするってなると結構なんか不安定で怖いですよね。やっぱりこれぐらいで、どれぐらいかな、70度とかわかんないですけど、それぐらいで抑えたいですよね。そうなるとこう水が入ってどんどん傾けて減っていきます。これぐらいで、傾きを終了したいわけですよね。ここまでは行きたくないです。これぐらいで止めたいです。そしたらこの時点で、水はどこに集まってるかっていうと、ここですよね。ここに集まってます。これがいいか。くっつくかな。ね、ここら辺に穴があればいいわけですね。そうすれば最後の最後まで水が出ていきます。一応理想的な感じとしてはここら辺になってた方がいいということですね。そうすると今度、口ですよね。注ぎ口こうやって作ります。で注ぎ口をここに持ってくると、こういう感じですね。そうするとよいしょ、これなるべくギリギリがいいのかな。こうすると、水がここから出てこう流れていきます。水がこう流れていきますね。はい。そして今度口の高さなんですけど、口の高さは今ここですね。ここが、水位になります。お湯をねいくら入れても、水をいくら入れても、この口がここにあったらここまで入んないですよね。このポットの容量自体はこの口の高さに左右されますんで、なのでなるべく口を高く持ってきた方がいいわけですよね。なるべくこの口の近くまで持っていった方がいいです。理想はここですね。ここまで持ってくるのがいいです。そうするとここまで来ると、こういう感じですか。こういう感じになると、水の出口がここになります。そして水位はここまで来ます。ね、水の出口、ここが水位。そうすると、ただ本当は穴はもうちょっと下の方がいいんですけど、それはねしょうがないかなということで、もしこの長さの口をつけたらですよ。これもっと長い口を作って持ってこれるんだったらいいです。それか、ボディをもっと短くするとかね。そうすればいいです。これが、まず穴と口の感じですね。これ今こういう形なんですけど、今度じゃあ僕のねこういうポットとか、これもう逆さまですよね。こう一番張ってる部分が上に来てます。こういう風なポットだとどうなるかっていうと、こうやって、口をつけてもやっぱ最終的にねここに流れ込むんで、こういう風になっちゃうのかな。わかるかな。こういう風になっちゃいますね。こうなると最後結構倒し込まないとここまで水が流れ込まないっていうことになります。なのでこれはですね、実は結構上に口がついてるように見えるんですけど、実は、こっちの方がいいかな。こんな感じかな。ちょっと合わないかな。でも実はですね、このポットはこういう風になってるんです。結構上についてるように見えるんですけど、穴自体はちょっと下の方につけてて、で流れ込みがねいいようにこう傾けていっても、なるべく水が早く出るようになるべく下の方につけてます。ただねデザインの感じでね限度はあるんですけど、
だいぶ崩してはいるんで、基本ということで言えばさっきの感じがいいですね。まず形状としてもやっぱこっちの方がいいですね。下膨れの。これ今便宜上、この器の長さを3等分の線を入れてます。わかるかな。3等分に切って、で下3分の1のところに、一番膨らんだところを持ってきてますね。よくね見かけるポットであるのがこういうポットですわかりますかね。こういうポット、こういうポットこれだともう水位はここまでしか入んないし、いやもっと時にはもっとひどいやつもありますね。もっと低いのこんなちょっとこれ本当大げさかもしれないですけど、本当にこれぐらいのやつ、よく見かけます。3分の2ぐらいしかもう入んないような。これは全く上何のために作ったのかよく分かんないですね、この状態だとね。せっかくねボディをねいい形にしても口がここで終わってたら、これ口をもうちょっとね上に向ければいいんですけど、ただベストとしては、その形状で、この形状の中で最終的にどこが一番下に来るかということですよね。大体は一番出っ張ってるところに水が集まるはずですから、なのでそこから穴があって出ていけば一番効率よく注げます。例えばこれなんかは一番下が広くなってますよね。こういう形状はいいです。ただこれの場合は穴がね一番下にはなくて中間ぐらいにあるんで、その点で言えばベストとは言えないです。これ本当はねこの一番下に穴が開いてればベストです。これこの形状で一番下に穴が開いてるものってなんか見覚えあると思うんですけど、コーヒーの、コーヒーを注ぐなんていうんですかね、ドリップする時のポット、コーヒーポットっていうんですかね、あれがまさにそうで、こんな形ですよね。こんな形してて、こういうのありますね。見たことあると思うんですけど、これはもう多分注ぐっていう機能としてはもうベストだと思うんですよ。一番下に穴が開いていて、で一番下が一番広くなってる。傾けていっても最終的にずっとここが底になりますね。なので最後まで水を注ぎ切りやすい。そして、あと口の長さが結構あるんですね。細くて長いのが結構あって、でも しかもこの S 字になってます。これが、注ぐ時にすごくですね、ちょっとなんていうのかな、例えば口のないもので注ぐとダイレクトになってしまいますよね。すごいダイレクトになってしまいます。傾きとダイレクトにリンクして水がバーッと出てきますよね。ところがこの長さがあることによって傾けに対して緩やかに流れが出てくるんですよね。ちょっと時間がかかるというか、で水量に関してはこのね太さで量は調整できるんですけど、その勢いというか、ちょっと傾きた時にグッといってしまうか、傾きた時にゆっくりとこう出てくれるかっていうので注ぎやすさっていうのが変わると思うんですよ。そういう意味でもこれはベストです。でよく、こういう急須ですよね。こういう急須も実はここで S 字が出来上がってるんですよ。構造的にはボディがあって、でこういうのがついてますよね。でここに例えば穴があると、そうだね。そうすると水はここからこう S 字を描いて外に出るんですね。
で、これと同じ効果をこの小さい中で一応作り出してるんですね。これはなんかすごい昔の人の知恵なんだなって感じがしますよね。そうなので理想としてはボディがあって、ボディはなるべく下膨れのがいいです、基本的には。そして一番張り出したところに赤でつくかな、赤でもつくか、ここに穴を開けます、ね。そしたらそこに口をつけて、で口先の水位が、このボディのね水位になるんで、なるべく高くすると。ただこれ必要以上に口を長くすると陶器の場合ねやっぱり弱いので、長くなればなるほど壊れやすくなりますね。洗ってたり使ってたりしてもねぶつけやすくなるんで。さっきのコーヒーポットは金属なのでああいう極端な形が可能なんですけど、僕たちは陶器で粘土でね作ってるんでどうしても弱いです。なので、なるべく粘土で作るってことはなるべく細いところとか出っ張ったところがない方がいいですよね。ない方がいいです。なのでこういう構造になるわけですね。あと口先はね今こういうカットですよ。これこういうふうに斜めにカットしてもいいですし、斜めにカットした方が水流がちょっときれいになるかなとは僕は思っています。それで結局のところですね、説明してきたようなことが理論的には正しいと思ってるんですよね、僕は。ですが、実際にはいろんなデザインのものをね作っていくわけですよ。そうなった時に、この機能的にベストな構造だけにとらわれてしまうと、別に既製品のその機能に特化したものですよね。いわゆる量産品というか既製品のもの、ああいうのってやっぱその機能的に特化してるので、その分デザイン性をあんまり重視してないと思うんですよ。そういうので、あんまりここにばっかりこだわってしまうとそういうふうになってしまうんですけど、ただ知らないで作ってその機能を犠牲にするのと、分かっていて機能を犠牲にしてでもデザイン性を取るっていうふうにした時、やっぱその作品に覚悟があるかないかみたいなね、そんな感じがあるので、やっぱ知ってた方がいいですよね。分かった上であえてそれでも、この部分は切り捨てるんだっていう覚悟、そういうのを持って作るとなんか作品って強くなるかなと思ってるんですよ。知らないでね、何も分かんないでただデザイン性だけ追って結果使いづらいっていうのだとやっぱちょっと弱い、作品が弱いかなっていう感じはします。僕の考えですよね。僕もね全てを分かってるわけじゃないので、一応僕が今まで作ってきて、急須の構造的には多分こういうことなんじゃないかなと。急須っていうか注ぐっていう機能ですね。急須の場合はここで、さらにお茶を美味しく出すっていう機能がまたね必要なので、それにはオイルの動きとか葉っぱのね動きとか対流とかなんか多分いろいろあると思うんですよ。今はとりあえずそれは、抜きにして注ぐ機能のベストはこういう感じかなっていうふうに考えています。そんなわけでね、このポット急須の考え方っていうのはいろいろあると思うんですけど、まだ他にもね取っ手の理論とかもあると思うんですよ。どの角度にした時手がねすごく注ぎやすく感じるかとかいろいろあると思うんですけど、
考えることはねいろいろいっぱいあるんですが、少しでもね、考えを深めてものを作っていきたいなとは思っています。いつも言ってますが、これはね僕自身の考え方でいろんな正解あると思います。僕のは全く正解じゃないかもしれないです。陶芸教室なんかでね通ってる人でね僕の動画なんか見て「あそうかそうか」っつって陶芸教室でやったら先生に「それは違うよ」って言われちゃうかもしれないので、その時は先生の言うことをちゃんと聞いてくださいね。でその先生の言うことの理屈をできれば聞いてほしいですね。どうしてそういうふうに考えるのかっていうの。そうするとなるほど、そういう根拠でそういうふうにやるんだっていうことがねいろいろあったりするんで、正解は、たくさんありますんで、どの正解をね選んでいくか、どんだけたくさんの正解をこう集めてその中から選べるかっていうのもね、いいと思いますんで、いろいろ勉強してみましょう。はい、じゃあ、今日はこんなところで、また次の動画を楽しみにしていてください。ありがとうございます。バイバイ。